どうもこんにちは、川口健です。今日は MTO の新デザインを発表したいと思います。MTO キッズワークのパターンオーダーですね。メイドトゥオーダーラインのデザインは今確かもうだいぶ数が増えてきて正確に覚えきれてないんですけど、確か15デザインだったと思います。それぐらいねバリエーションを多く用意してます。でそこで今回はローファーにもう一つデザインを追加します。まずはここに新しいデザイン用意してますので解説していきます。今回紹介する新しいデザインはこちらフルサドルローファーです。モデル名はエルムとさせていただきます。キッズワークのパターンオーダーは樹木の名前ですねをモデル名として採用しているんですが、今回はエルム、ニレの木ですね。デザインはフルサドルローファーというタイプですね。ローファーといっても本当に様々なデザインがあるんですけども、今回は、イメージとしてはイギリスのクラシックなタイプです。フルサドルローファーというのはここのサドルというパーツ、甲を覆う帯状のパーツなんですけど、これが靴の下まで行っている。下からぐるっと下まで行く。これをフルサドルと呼びます。こちらキッズワークのパターンオーダーのローレルですが、こちらハーフサドルですね。このサドル部分が下まで行かず途中で終わります。これハーフサドルローファーと呼びます。今回の新デザインはフルサドルローファーですね。フルサドルローファーというのは形がもうほとんどクラシックな形として決まってますので、それに倣ってフルサドルとこの飾りの穴ですねと U チップになっています。今回このフルサドルローファーの特徴、これキッズワークの新デザインとしての特徴はですね、まず木型です。木型がこちらのすでにあったコインローファー、ハーフサドルローファーのローレルと比べるとつま先の形状が変わっているのがわかると思います。今回紹介しているフルサドルローファーエルムの方がつま先がシャープになっていますね。数値で言うと若干ステスンが伸びています。2ミリぐらいですかね、伸びてますね。それとつま先の形状、丸み感というのが減ってます。こちらのローレルは結構カジュアルに作ったので、つま先のボリューム感、丸み感ですね、厚み感とかっていうのを結構意識して作ってます。一方で今回のエルムはつま先の形状をシャープにしてますね。ローレルだとここが結構ポコッとなってるんですけど、それを削ぎ落としてスッとシャープに落ちていくラインを描いてます。この辺のラインもローレルだと結構ここに壁を立てるように作ってるんですけど、サイドのこの壁ですね。エルムではそれを落として滑らかな感じになってます。フィッティングに関しては今回エルム用のフィッティングシューズというのは作っていませんので、このフィッティングはローレルと共通のフィッティングシューズで確かめていただきます。木型の形状を若干変えているので、つま先以外も若干変えてるんですよ。ほんの軽微な全体の形を整えるというところで形状変更あるんですが、なるべくフィッティングというのは変わらずに作ってますので、ほぼほぼローレルと変わらないフィッティングで履けると思います。強いて言うなら気持ちタイトぐらいですね。でも皮の伸びとかもありますんで、ほとんど変わらずいけると思います。そしてデザインとして今回新たに特徴的なのはこの U 字の部分ですね。この U 字、エプロンとも言ったりしますが、ここは皮の継ぎ目はなく飾りでこの U 字を描いています。よく見ていただくとこの U 字の部分が皮がねぷっくりと盛り上がっているのがわかると思います。そしてそのサイドをミシンが走っています。これも結構イギリスのフルサドルローファーでよく採用されるクラシックな衣装なんですけど、この皮の中に芯が入ってまして、でそれによってポコッとさせています。ローレルの場合はつまみモカなので、ここに太めのね手縫いの糸が走っているのがわかると思います。それによって皮が押し上げられてぷくっとなってますが、それとはまた違った雰囲気でぷくっとなってます。ただこれは結構このぷくっとなり具合っていうのはローレルの場合もそうなんですけど、皮によっ
って硬さとか厚みだったりの違いによってこのぷくっとし具合っていうのはかなり差が出ますので、もうちょっと厚みのある硬い皮とかだともう少しこのぷくっと感は出にくくなるとは思います。そしてデザイン的な特徴としてですね、この靴意外と珍しいのがこれシームレスヒールになってるんですね。キスザワークではシームレスヒールのモデルっていうのはかなり数多く揃えてますが、実はこのフルサドルローファーでシームレスヒールになるのって珍しいんですよ。なぜかパターンぐるっと見渡してみるとつなぎ目がないですよね。ここずっと皮がつながっていて一枚革、完全一枚革で作られているようにも見えます。ただ、お察しの通りこのフルサドルの下で皮はついてるんですね。なので実際にはこれは一枚革ではなく前パーツと後ろパーツで分かれてるんですが、通常のフルサドルの作り方だとここを貫通させて皮を作るんですね。なのでこう皮継ぎ目が出ます。ローレルの場合はここ実際に貫通してというか1枚で作ってますので、後ろで縫い割りの継ぎ目を出してます。これと同じような形でこのフルサドルを伸ばしただけのパターンで作ること結構あるっていうか、それが一般的だと思いますね。ただ今回はパッとね見た時にあれ一枚革で作ってるみたいな、そういう見え方、あとシームレスヒールの美しさというところを生かすためにここで継ぎ目を作ってます。この継ぎ目も結構こだわって作ってまして、単純に革を適当につなぐだけだと継ぎ目のボコボコっていうのがこのサドル裏に見えちゃうんですが、つなぐ位置とかつなぎ方をちょっと工夫して段差なくね一枚革でいってるかのように見せてます。こうして比べてみると同じローファーなのに雰囲気の差、歴然としたものがありますね。やはりこちらのエルムの方が全体的にシャープなラインを描いていますし、鋭い感じというかドレスな雰囲気を感じますよね。ローレルの方は端正な顔立ちはしてるんですけども、やっぱりカジュアルな感じ、可愛らしさみたいな、そういうところも感じられると思います。そして最後に今回もう一個新しいのがありまして、革が新しくラインナップに入れました。こちら今回採用している革、これバッファロー革ですね。バッファローというとまたちょっと違うんですけど、水牛の革ですね。一般的な牛よりも一回り小さい水牛の革を使って今回作りました。この革の特徴としては牛よりも少し表情豊か、細かい脂肪感がありますね。で、小さめのカーフ、バッファローカーフなので、通常輸入革で、カーフと呼ばれているのは実際はキップで、もう少し生後2年とかそれぐらいまでの革なんですけど、今回バッファローカーフなのでもう少し、1年以内ぐらいの大きさですね。それもあってちょっとねきめ細やかな感じ、あと革の厚みも少し薄めです。革として見るとこんな感じです。少し脂肪感と毛穴感がね通常の牛に比べると目立つ感じです。この革は仕上げが結構革の素に近いものになっています。あまり塗料で表面が均一に仕上げているような感じではないです。今機種のラインナップにある革いろいろありますが、スムースだとこういう感じですね。普通のボックスカーフ、これと比べてみるとやはり質感違うの分かると思います。あとは表情があるといっても様々で、例えばこれ片押しですね。牛の片押し、そしてこれはゴートですね。ヤギ革ですね。自然な脂肪感が入ってます。これはイノシシ革、ワイルドな毛穴と、脂肪が特徴ですが、今回のバッファロー革というのはその表情がある革の中でもまたそれぞれとどれとも違う表情を持ってますので、新たな選択肢としてこれ結構ね好きな人いるんじゃないかなと思います。今回この色はグレーっぽい感じですね。色は6色ぐらいありますので、革サンプル展示会でね実際見ていただいて出来上がりのね色味を想像してみてください。オンラインショップとかではまだちょっと選べないんですけど、ゆくゆく選べるようにします。はい、ということで、新たなデザイン
フルサドルローファーのエルム紹介しました。キッズザワークのローファー、最初ね、去年の6月にこのコインローファーローレルとタッセルローファーカメリアを出したんですが、非常に好評で MTO のラインナップの中では最もローレルが人気となっています。ただその中でもう少しドレスな感じ、シャープなローファーが欲しいという声も常々いただいていましたので、今回新たに制作しました。これまたね、このドレスのローファーの方の形を使って様々デザイン展開していきたいと思ってますので、まずはたくさんオーダーいただいて開発資金のためにね、ご協力お願いします。ということでエルムのオーダーをお待ちしております。それではまた。